はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。丸中盆栽です。前回のね、動画の続きになりますけどね、秋のお手入れの丸2になりますね。1の続きの丸2ね。はい、これはね、ピラカンサ苔のジャングルの中に生きてるピラカンサと申しまして、まあ日本では絶滅危惧種と言われておりますね。いや、冗談は抜きにして、普通に苔が生えちゃったんで、こいつ苔を除去して、これ幹の方にも登ってきてるでしょ。これ幹の方にも登ってきちゃうと、まあなんのかな、やっぱその病害虫じゃないけど、まあね、雑菌とかもあるし、まあなんちゅうのかな、いろんなとこからね、こう根っこが出ちゃうとね、後でめんどくさいことになるもんで、まあ真ん中みたいに放置しないで、早めに除去してくださいよ。お願いしますよ。ね、じゃあ手入れの方ね、やっていきますけど、よろしくお願いします。はい、幹をある程度ね、苔を取ったら、今度はピンセットじゃ取れんもんで、この歯ブラシちゃんでゴシゴシとね、こうお掃除していきますよ。ねえ、なんだ、ジェットでこうビーってやるやつは、業者さんがよく持ってるやつね、5万円ぐらいするやつ、欲しいんだけど、まだ多分ね、早いな、丸中にはね。はい、こんな感じでね、もう歯ブラシで地道に作業しますよ。はい、こんな感じでね、一周ぐるっとね、これ粘りは結構いいんだけどね、苔の中に隠れちゃうともったいないもんね。なるだけこう粘りは出して、上の方のやつはね、ブラシで取れんやつはピンセットでね、こまめに取ってやってくださいよ。まあ手入れなんて言ってもね、やっぱりそんなに大した作業ではないんだけど、まあやっぱりこまめに手入れするのが一番いいと思いますよ。だから数はあんまり持ちすぎると、やっぱり手入れがね、おろそかになっちゃうもんでね、まあある程度の数で、まあこれはどのぐらいとは言えんのだけど、その人のまあどのぐらい手入れするかっていうね、あれがあるからね。まあ丸中の場合は結構ね、あっち行ったりこっち行ったり遊び歩いてたんで、やっぱりもう少し減らしてもいいかなっていうふうにね、いつも思ってるんですけど、人にも言われるし。はい、じゃあね、まあ伸びた枝とか葉っぱをまあ整理して、なるだけバランスよくね、バランスのいい形になるようにちょっとお手入れしていきますけど、まあ言うてもね、この鉢が2号の集音鉢だもんね。だいたい1センチ、じゃあ1号3センチで換算すると、まあ6センチだよね。2号っていうと3号だと9センチだから、まあどうなんだろう、まあ3号だとまあどう商品盆栽ぐらいの大きさになるのかな、鉢を大きくすれば。まあ、2号だとまあミニ盆栽、まあ、1号っていうのもあるんでね、1.5 号2号か知らんけど、そういうのもあるし、だから根っこを張らないようにね、
根を伸びれないように伸ばせられないようにだね、すると要するにね、歯も小さくなったり、この根域制限っていうんだけどね、そういうので小葉症になったり、ちょっとね上に伸びるのを抑えたりね、そういう感じもあるもんね。よく聞かれるんだけど、これ大きくなりますよねとかってさ、だから鉢を大きくしなければこのままで、3年経ってもこのままでいけますよって言って言うとね、そうなのなんて言ってね、最初は私小さいやつ買ったんだけど、今じゃもうね自分の背を超えちゃってなんて言ってからね、1メートルぐらいになっちゃってなんて言ってるんだけど、要するに剪定と、あと鉢を緩めなければいつまでもこうミニ盆栽維持できますよね。はい、こんなわけでね、次はこれですね。これは多分ね、このヒメリンゴが街道だね。今年はね街道、葉が薄いもんでよく日焼けしやすいんだけど、葉焼けっていうのかな。今年は本当にヒメリンゴとか街道とか、リンゴ系葉がチリッチリになっちゃったり、もう葉焼けして全部落葉しちゃったりして、そんだけ日差しが強かったのかどうかわからんけど、結構過保護に早いうちから寒冷車かけちゃうとあれかな、ちょっと寒冷車取った時に少しのね日光で葉焼けしちゃうんかな、過保護になりすぎちゃって。何がいいのかはよくわからんだけどね、大事にするがゆえに、要するに寒冷車とか遮光ネットとかかけるんだけど、それがいいのか悪いのかって言われたら、なんとも言えん答えになっちゃうよね。だから何もしなくていいっていう人ももちろんいるし、あともうやらないともうなんちゅうの、乾いてしょうがないもんでっていう人もおるし、自分家の管理する場所の日光とかね、その管理条件、風が強いとことかね、によって違うんだと思うけど、たとえこのね俺のところは中部地方だけど、山の上にあるところと谷の底にあるところではやっぱり湿度も温度も違うだろうし、風のね通りもね違うと思うもんね。だから同じね中部、ここ名古屋でも違うと思うんだよね。その人の家々の状況に合わせて、あと棚がね庭側の南向きなのかとかね、西向きなのかとか北向きなのかとかね、そういうことによってもやっぱり変わってきちゃうもんね。だから一概にね言えないんだよね。であと本に書いてあるこの時期に手入れしましょうっていうやつは大体この関東を中心に書いてあるもんね。関東時間でじゃあ7月に春日市とかって書いてあったらね、関東は例えば中部地方よりも北の方にある、北の方というかね、あるもんね。それよりも早い時期にやってもいいとかね。あと基本はね中品とか大物盆栽を中心に書いてあることが多いもんね。これがまたミニとか超ミニとかになるとまた全然話が変わってきちゃうもんね。そうだよね、本が全てじゃないってことだね。
あとそのね、人が言うことが全てじゃないもんね。自分とこの環境をより自分が一番よく知っとるもんね。その環境に合わせた管理をするっていうのがね、土の配合を変えてみたり、細かさを変えてみたり、いろいろして、その自分とこの環境に合った用土を使ったりしてやるのがいいかと思うんですけどね。まあそれにはね、何年もかかるもんで、そのデータを出すのに。だからまあ最初はね、真似して同じ肥料と同じ用土と粒を揃えてやってみて、自分ちがどうかっていうのをね、いろいろ研究じゃないけど確認した方がいいと思いますけど、同じ場所でもね、年によっても違うし、これは本当にね難しいんだよね。はい、そんなわけでね、これちょっとね、今針金が取れんもんね、このまさぐりの針金切って、とりあえず針金を取りましたね。この根元にねギュッとこう絡めてやるもんね。針金が効くもんで、その方が。はい、そんな感じでね、まあとりあえず根をほぐしてね、まあバツンと切ってもいいし、切る人もいるんだけど、まあ丸中も、あとうちの師匠もね、なるだけ根は切らない方針でやっとるもんで、まあ、もちろん切る時もあるよ。その鉢に、小さい鉢に入れたいもんでとかね。だから切らないと入らないなら切るし、切らんで入るんだったらもう別に無理に切らんでもいいもんね。まあそういう感じでね、師匠に教えてもらってやってますけど、はい、こんな感じでね。はい、最近はなんかね、丸中の動画を見て、いろんな県外からアジトに来てくれる人が おったみたいで、ありがとうございますね。まあ業者さんも結構来とるみたいだけど、まあね、いかんせんね、中部地方っていうのはね、木が安いんだよね、本当に。それは愛好家さんにはいいんだけど、業者の取引も安いもんで、なかなかそのなんていうのかな、上手に作っても評価してくれへんもんね、いい風に。だから安くなっちゃって、だから業者さんはまあ別に中部で仕入れて関東とか大阪持っていけば2倍とか3倍の値段で売れるもんで、まあそれはいいんだけど、だからまあ中部に住んで中部で暮らしとると、まあ木は安いんだけど、だから売る時も安くなっちゃうもんね。だからその辺もね、やっぱジレンマっていう感じでね、まああれなんだけどね。まああともう中部地方はまあ業者さんがもうだいぶ高齢化してきとるもんで、結構締めとる園が多いもんで、盆栽園も。だからなかなかね、この盆栽園主体のまあ盆栽会とかがね、あまりないもんで、業者さんはもうその業者だけでやっとるもんで、だから業者さんが亡くなるとそのまま衰退していっちゃうっていうね、そういう感じになっていっちゃうんだけど、まあその辺もね、まあちょっと悲しいもんで、なるだけこの次の世代さんが育ってくれるといいなと思ってねやっとんだけど、なかなかあれだもんで、まあ丸中も重たい腰を上げてめんどくさがりなんだけど、やっぱ盆栽界のためにとか思って、まあ、僕のできるとこからできることしか絶対できんもんね。できることをやって、それがもう 1% でも 0.5% でも何かしらね、こ
貢献できるならねいいかなと思って、まあこの YouTube 動画もそうだし、フリーマーケットっていうかね、クラフトウィッチとかそういうのもやりながら、はいやってますよ。はい、じゃあね、この最後ね、こう固定してこの街道を仕上げていきますけれども、もうこれってね、慣れって怖いよね。実際ね、俺なんかもうほんと無口で、仕事行ってもあんまり喋らへんし、まあ黙々と作業しとったりして、もうなんか何あの人みたいな感じで多分思われとると思うんだけど、これはまあ最初の方の動画見ると分かるんだけど、全然喋ってないもんね。これがね、これたくさん同じことを繰り返すと怖いね。これね、人間ってこれ喋るようになるんだよね。どうでもいいこともね喋るようになってね、まあどっちがいいとはねこう言えませんけども、はい、そんな感じでね、もうこういうねコロナ騒動がなかったらね、俺なんかこう動画配信とかね、まさか自分が YouTube なんていうのをね、動画撮って配信するなんてね、思いもよらなかったもんね。まあこの一つだけは良かったかなと思ってますよ。こう皆さんと交流ができたりね。はい、そんな感じで底面給水完了しまして、これで街道完了しましたよ。はい、じゃあね、肥料ケースを掃除して樹種名を書いた札を刺していきますけども、はい、じゃあね、ここまでご視聴どうもありがとうございますね。いつも見てくれてありがとうございます。またね、次の動画でお会いしましょう。それでは。